こんにちは、しのぎです。色違いが欲しい方必見です。色違いに自然遭遇しなくてもできる裏 ID 特定方法のご紹介です。ついでにインバースの釣りポイントも特定できます。それでは今回も乱数調整を行っていきますので、表示のものをご準備お願いします。そして裏 ID 特定にはこのサイトを使用します。ダウンロードするツールではありません。概要欄にリンクを貼っておきますので、そこから飛んでも OK です。最初に注意点が3つあります。丸3に関しては多分特定できないデータもあるんだと思います。私は2回やってどちらも成功してますので、よく分かりませんけども、どうしても特定できなかったら最初から始めてみてください。とんでもないことを言ってることは分かってますが、 SID が特定できるデータは必ずあると思います。それか一番確実な方法、たまたま出現した色違いポケモンの個体値を測る方法を取るかですね。その解説が見たい方はこちらの動画をご覧ください。私が持っているロムは流行語を変更してしまっていますので、最初から始めていきます。乱数調整自体がよくわからない方はコメントに質問していただいてもいいですし、こちらの動画から乱数調整について一から解説していますのでご覧ください。それでは始めていきます。はい、久々に最初からにしました。随分この画面見てないのでめちゃくちゃ懐かしいですね。もうこの辺は気にせず適当に室タウンまで行っちゃってください。はい、到着しました。ここで流行語を確認していきます。流行語はおじさんの EA を選択する、レコードを混ぜる、ロムの電池を交換して時間が進む、この3点かな。これで変わってしまうらしいです。流行語が確認できましたので、こちらのツールに入力していきます。バージョンはエメラルド。検索方法は表 ID と流行語から。初期シードはエメラルドの場合は000です。で、トレーナー ID 入力してあげて、流行語も入力してください。私の場合は大きい幼稚園でした。幼稚園。で、その下、ブランクの乱数消費数、デフォルトで3に設定されてますけど、これはこのまま一旦検索を開始と。そうすると、私これたまたま2候補になってますけど、だいたい5候補ぐらい出てくると思います。そしてミナモシティのデパートにくじがあって、そのくじの番号を確認するとまたさらにここの候補絞れますので、例えば私が ID くじ26011だったらこれのシークレット ID になります。43525で、このシークレット ID が本当に合ってるのかどうか、実際に色違いの野生乱数調整ですね、やってみて、本当に色違いが出現したら、特定完了ということですね。これチェック入れると、左にヒンバスの釣りポイントが6箇所表示されます。これも実際に本当に釣れるかどうか試していきます。はい、ミナモシティに到着です。デパートでくじを引いていきますが、電池切れのロムは時間が進まず、
更新されないのでくじは1回しか引けません。一応セーブしてから引きましょう。トレーナー ID、シークレット ID を3件サーチに入力して調べてみました。とにかく色違いが確認できればいいので適当なフレーム範囲で検索してます。検索の結果は23,675フレームのところに色違いが出現します。秒に換算するとだいたい6分半ぐらいですね。迷いますけど、このまま乱数調整するとちょっと時間がかかりそうなので BV 保存ができるバトルフロンティアまでストーリーを進めていきたいと思います。ポケモンのレベルがちょうどいいので121番道路で調べてます。101番道路とかだとレベルが低すぎてステータスをパッと見た時に3元サーチの方ですぐわからないので、わかりやすいところで色乱数やっていきたいと思います。はい、BV 保存ができるバトルフロンティアまでストーリーを進めてきました。ここからは5分40秒分のフレームをバトルビデオに保存して、先ほど3元サーチで調べた目標の23,675フレームまで野生乱数をして色違いがちゃんと出現するのかどうかね、確認していきたいと思います。
はい。というわけで、無事に色違いが出現しました。品抜ツールで推定されたシークレット ID は合っていましたね。候補が少なかったので、あっさり終わっていますけども、候補多くても時間はかかりますが、同じことの繰り返しです。これで、エメラルドのシステム上一番苦しかったですね、シークレット ID が誰でも特定できるようになりました。このシークレット ID さえ特定できれば、乱数調整で色違いゲットしまくれますので、ぜひ挑戦してみてください。ちなみにヒンバスもちゃんと釣れました。2箇所釣りしてどっちも出現しました。ヒンバスもね、地味にゲットするのが大変なポケモンだったので、こちらも誰でもゲットできるようになって、ぜひ色違いのヒンバスを狙ってみてください。様々なツールを考えてくださった開発者様には大変感謝しております。本当にありがとうございます。この世代を色違いとか最強5体で遊べるのは、発売当初から遊んでいた私にとってはなんかとても感慨深いものがあります。やっぱ色違いとかね、出てきたら嬉しいですよ。今後も便利な方法があればご紹介していきます。コメントにいつも質問を募っていますが、私もわからないことがあります。ぜひ知っている方はですね、私の代わりに返答をできたらお願いします。これからも乱数調整の情報をもっと集めてですね、確実な動画にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それではまた。